シテラボ帰れます。テイチャーラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回のテーマは鹿島神宮ってところに行った時にあった、木造の小屋ですね。結構綺麗な建物だったので、こういう建物を描きたいなと思ってたんで、これにしました。ところどころ日頃見ない質感表現だったり、そこも見どころかなと一応自分なりに分析してこの後解説しますんで、最後まで見ていただければと思います。この動画もそうなんですけど、色の使い方が3年前 YouTube 始めた3年前と比べてだいぶ上手くなったなって思います。自分でね、理由は簡単で自分で分かってるんですけど、ジブリ模写が大きかったと思います。いろんな色が入ってる絵を見て自分でアウトプットするんで、自分が使ったようなことのない色を実際に手を動かしてみて、色を選んで塗ってみて、こんな強い色使っちゃダメだろうっていうメンタルブロックがあったところのブロックが外れた感じなんですよね。系統の色でまとめないとっていう意識が昔は強かった、その3年前は強かったんですけど、今は割と混ぜてもそんなに変じゃないなっていう感覚に今なってきている。すごく大きい経験としては、竹重さん、ジブリの美術監督の竹重さんのワークショップに行ったのがめちゃくちゃ大きかったかな。あそこでやっぱりもう一個ブロックが外れた感じはしました。で、実際に映像で見てるものとリアルで実際の人が竹重さんがやっていたものを、見て感じることって全然違うなと。何ですかね、何が違うんですかね。なんか説得力っていうか、実際に見てるんで見ないとわかんないし、やってまたさらにっていう感じですよね。これで下塗り完成です。ここへ来てご縁をいただいてるなと思うことがあって、竹重さんは自分から会いに行ったんですけど、小倉弘正さんっていう美術監督がいらっしゃるんですけど、重鎮ですね。僕も何回か模写してるタイトルあるんですけど、その方とおしゃべりする機会がありました。とってもね、貴重な話を結構長々とさせていただいてありがとうございます。見てないと思いますけど、出てくる名前が本当にレジェンドばっかりなんですよ。当時コバプロにいた人たちが、そこら辺の今の美術、アニメーション美術の本当に土台になってる方々が大勢いるんで、そういう人たちと同期もしくはちょっと先輩みたいな感じの立ち位置なんですね、小倉さんって。その話をね聞いて、本当にすげえ時代だなっていうね、羨ましいなというか、なんですかね、すごく濃厚な人たちがその時期に集まっていたんだなっていうのをすごく感じました。本当にすごい人たちばっかなんですよ。小林一郎さん、小賀和夫さん、大野博さん、山本二三さん、バンブーの武田さんとかも、部下にいたっていう感じですよね。青写真の金子裕二さんっていう方も小倉さんの弟子っ子っぽいですね。なんとなくちょっとお話の中で確実に聞いたわけではないんですけど、多分そうなんだろうな、確かに雲似てると思って、なるほどって。だからすごい影響も、あの頃の美術の人たちの絵は本当にめちゃくちゃ影響を与えてますよね。日本のアニメーション美術に多大な影響を与えていると思います。で、僕もその一人で、今後も多分それは続いていくとは思うんですけど、やっぱり素晴らしいものなので、好きな人が見ればわかる、一撃でわかるというか、凄さがわかるものかなと個人的には思ってますけど、アナログですからね、何しても本当にそこにリアルに絵が存在してるんで、僕らいくらやってもデジタル上でやってるだけなんで、やっぱりそこにはすごい大きな厚い壁がありますね。絵の話してませんでしたね。写真模写やるたびに思うのが、こんなもんでいいんだと。リアルはこういう風に見えてるんだな。これで言うと幹の色なんですけど、結構暗いですよね。黒いというか。で、よく見ても立体感のあるようなタッチが入ってなくて、本当にシルエットなんですよ。ほぼほぼ。で、ちょっと絵として物足りないんで、少しだけ立体を絵の中で表現してるんですけど、実際の写真の中では黒で潰れて、よーく目を殺さないとわからないぐらいのレベルになってるんで、やっぱ写真はそうなるよなっていう、リアルにしていくとこういう風になっていくんだなっていうのが毎回気づかされるんですけど、なるほどなと。で、それがいい風に今自分がやってる現場の絵の中にも、やっぱりそういうちょっと大胆な処理みたいなのが少しずつ入ってきてるのを感じています。昔はデッサンとかでね、丸いやつは丸くとかね、描き方が主流じゃないですか。しつこいぐらい説明するじゃないですか。その癖が
どうしてもあると、やっぱりこういう外の背景描いた時に木の丸みを出すためにすごく丸いですよっていうのを、過度に描きすぎちゃう。それは結構アニメーション背景では邪魔をしてる要素の一つかな。デフォルメされてる背景だったらそれでもいいのかなと思いますけど、全部アンパンマンみたいな背景じゃないじゃないですか。あれはあれでめちゃくちゃ難しいんですよ。アンパンマンの背景描くのも、あれも慣れが必要で、いい感じでデフォルメしていくっていうすごく特殊な能力が必要なんですけど、あと線ですよね、アウトライン。あれもめちゃくちゃ能力高くないと無理です。で、そうですね、デッサンの時の影響がこういう外のリアル系の外を描いた時に物を追いすぎちゃうとか距離感なくなっちゃう原因の一個になってしまっているっていうのが大きいですね。あとライトもそうなんですよ。これも詳しく言うとそうなんです。蛍光灯の下、自然光の下で描くことって授業中ほとんどないと思うんですけど、窓の明かりとあと蛍光灯の明かりの下で描くので、どうしても影が黒くなっちゃうんですよね。黒の影って、動画にもしてましたけど、黒の影ってちょっと不自然は不自然なんですよね。反射が影響してない色なんでちょっと難しい話になっちゃいますけど、どうしても黒で落としちゃうっていうのもそのデッサンの悪影響かなと思います。ただ物を追っかける、その表現するっていうそのポテンシャルを見るにはものすごくデッサンって有効なので、だから僕も面接とかポートフォリオを見るときにデッサン大事だよって言ってるのは、そこの基礎のところができるかできないかを見ているって感じですね。こういう話は後からでもね、勉強したらなんとかなるんですけど、デッサン自体はやっぱり背景の筋力、絵を描く筋力みたいなもんだと思ってるんで、運動神経に似てんのかな。そうですね。運動神経に近いかな。なので、この子、高く飛べるんだとか、速く走れるねとか、反応いいねとか、そういうところをデッサンで見てるんですけど、そう、デッサンの悪影響って本当にあるんですよね。絵の中では。ただ、必要な工程なのかもしれませんよね。物をしっかり見る。で、その上で飛ばすとこは飛ばす。いらないディテールは削ぎ落とすみたいなことができてくると、本当に職人っぽくなってくるんじゃないかな。見たまま、思ったままやってるうちはやっぱりまだダメなんでしょうね。その時と場合によって、臨機応変にいろいろな表現を選択し、引き出しを変えていけるのがやっぱり本当のプロの人たちの仕事ぶりじゃないかなと個人的には思います。こうするべきだとか、これを、学んだんだからこれが間違いないとかって思ってると結構危ないかもしれないですよね。いい先生に会えばいいんですけど、そういう先生ばかりでもないので、少し自分で疑ってみるっていうのもめちゃくちゃ大事だと思う。で、現在地だけで喋ってて、間違いないことだろうなと一応仮定してそれをアウトプットしてるんですけど、比較的絵に関しては考え方は別ですけど、絵に関してとか表現についてはそこまで変なこと言ってない、一番、食べれる部分だけを、皆さんにお出しできるものだけお出ししてるつもりではいますので、それでもね、やっぱり中には間違ってるんだなって情報あるかもしれないので、それは個人個人でやってってください。僕もアップデートしてますので、常に今現在では嘘偽りなくそう思ってるっていうことだけを発信しています。難しいですよね。本当にべきでとらわれちゃうと苦しくなるし、行き詰まったりするので、ある程度のところは信用して、あとは自分でなんとか、で本当はこうなんじゃないかとか、ああなんじゃないかっていうのをやってもらって、どんどん技術が進歩していくと思う。本当にもう宗教じゃないけど、この人言ってるから絶対だってなると、なんかいろんな争いが起きますよね。世の中も。まかり通ってることが本当に真実かどうかって分かんないですよね。僕も結構疑ってかかる方なんで、本当にそうなのみたいな。で自分で調べて、なんでみんなそんな方向に行っちゃってんだとかね、結構今までありましたけど、自分で調べるのが一番いいと僕は思います。なんでこのチャンネルに出会えてる人っていうのは、おそらく自分で調べる癖がある。今現段階ではですけど、これが広がってくるとまた鵜呑みの人たちが増えてくるんですけど、今現在はおそらくですけど自分で学ぶ人が多いと僕は思ってます。なのでこういう話もできるんですけどね、大きくなってくるといろんなうぞうむぞうが出てきますんで、だから
今だけぶっちゃけ話みたいな感じですかね。今書いてるところが冒頭で言った特殊な質感の表現っていうところですね。なんでこうなってるかちょっと説明しますね。多分おそらくですよ、影面の方で白っぽくなってたものなんですけど、多分苔の死んだ後、亡くなった後じゃないかなっていう、おそらく北側に面してるんじゃないかなと、この影面の方は。いつも影の状態で日が当たんないんでしょうね。でそこで焦げ蒸したものが乾いてなくなって白っぽくなる。お墓とかよくありますよね。石に付着した白い跡みたいな、あれ梅雨時期に苔が生えて、それがなくなった状態。なんであそこだけ白っぽくなったかっていうと、おそらくですよ、これもおそらく雨の跳ね返りで泥みたいなのがピチャッと付着しますよね、下の方に。でそれが乾いて、で日が当たってる方は温度とかで乾くんですけど、影面の方、北側の方は乾かずに、そこだけずっと湿度を保たれてると。でそこに苔が生えて付着して、で季節乾燥する時期とかに死滅していなくなると。でそれが白っぽくなってるみたいな感じじゃねえかな。わかんないけど。これ予想です。いつもこうやって仮説、わかんないことを予想立てて、不思議なことってあるじゃないですか。なんでこうなってんだ。で、それを仮説を立てて、大切に取っといて、実際に検証していくっていう作業に入るんですよ。地道な作業ですけど、楽しいんですよ。実際にこういうストックいっぱい僕持ってて、で、その時になって、なるほど、ここはこういうことだったのかっていうのが後からわかるっていう、これの繰り返しですね。なんでその理由が知りたいかっていうと、応用が効かないんですよ。理由が分かってないとシチュエーションに合った表現としてできないので、だから理由も知りたくなるんですよね。切り取ってこの白っぽくなるだけを切り取ると、全然関係ないところに入れちゃいたくなるじゃないですか。でそれは僕の性格上あんまりそういうのが好きじゃなくて、理にかなってないことが嫌なんですよね。ここはこうなってるからこうなんだよなみたいな、勝手にね、自分の中でここはこう、ここはこうみたいな、そういうのが自分の性格としては楽しい。その作業自体が楽しいんですよね。でうまくはまっていい表現になったりすると、自分でニヤニヤするっていう段階に入るんですけど、もう最終工程ですね。もうほぼほぼ書き終わったんで、あとはピント合わせながら自分の中で足りない部分を補足して書き起こしていくって感じです。で写真見ながらタッチを足すと。でやっぱりこの毛先というか刃先の方のタッチを書くときはやっぱりプロペン2がいいですね。アートペンだとやっぱりガビガビ邪気が出ちゃうんで、筆選びにもよりますけど、僕はやっぱりストロークの美しさで言えばプロペン2に抜きに出るものはないですね。そろそろもうね、アートペンなくなってデッドストックみたいになっちゃってるんで、すごく貴重なものになっていくかなと。でワゴムさんが作る予定なさそうなんで、ちょっとね今後大変かもしれません。入手が難しくなっていくと思いますんで、皆さんいざという時にお金を貯めておきましょう。今日はこんな感じになります。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。